皆さん、こんにちは。今回は、ジャパンキャンピングカーショー2025で発表されました、アネックスのリバティ 52SPI の詳細をご紹介します。リバティ 52SPI は、2020年に発表されたリバティ 52SP の進化系です。昨年発表されたリバティ 52DBI が後部に2段ベッドを持つのに対し、リバティ 52SPI は後部にダブルベッドを持つ2人旅を想定したモデルです。リバティ 52DBI と同じくカムロードがベース車で FRP パネル工法で新設計されたシェルを仮装しています。それでは、いつものようにキャンピングカープラザ東京の新田さんにリバティ 52SPI の詳細を説明していただきましょう。こんにちは。キャンピングカープラザ東京の新田でございます。今日ご紹介させていただきますのはこちら。先日ジャパンキャンピングカーショー2025で発表されましたアネックスのリバティ 52SPI についてご紹介させていただきたいと思います。今回ご紹介させていただきますリバティ 52SPI につきましてですが、従来型のリバティ 52SP からはですね、大きく変更点がございますので、今回の動画ではそちらを重点的に紹介させていただきたいと思います。まず、先日の動画でもありましたリバティ 52DBI につきましてなんですけれども、そちらちょっと別の動画で良ければご覧いただければなというふうに思いますが、52DB から 52DBI に関しましては、大きく言うと電装系の変更点だけですみたいな、そういったイメージを持たれた方は多いかとは思うんですけれども、SP から SPI につきましては、レイアウトも大きく変更点がございますので、そちらを重点的にご紹介できればなというふうに思いますので、よろしくお願いします。まずデザインについてなんですけれども、52DB と DBI も変わらなかったっていうところなんですけど、SP に関しましても外観に関しましては大きな変更点はございません。先日もお伝えしております通り、このデザインが良いからこのデザインで新しく作り直したということを大切にしております。そうですね、バンクベッドのレインモールでしたりですとか、横のステッカーのデザインとかは変更になっているんですけれども、パッと見そこの部分だけの変更っていう風になっております。しかしながら、同じようにですね、シェル一体型シェルだったものをパネル工法に変更をしていたりですとか、細かいサイズ変更などがございますので、そちらですね、ぜひ今でしたらまだ SP と SPI 見比べることができたりしますので、ご確認をいただきまして、お気に召す方を選んでいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、リバティ 52SPI につきましても、やはり新型のエントランスドアが採用されております。DBI と同じくですね、エントランスには、イージークローザーやドア連動の電動ステップが出てくる仕様になっております。なので、ドアを開けますと、電動ステップがこのように出てきまして、ドアをやはりゆっくり閉めていただきますと、自動で吸い付きの機能とステップが中に収納される仕組みとなっております。やはり従来型のバタンっていうエントランスドアですと RV パークや、キャンプ場の時の騒音問題ですね、大きくなってしまいますので、そういったことに配慮された設計となっております。エントランスドアの内側にはこのようにシェードがついておりまして、またドアそのものには網戸がついております。網戸に関しましてもマグネットでぴったりと閉じてくれる仕様になっております。リバティ 52SPI の、アクリル二重窓に関しましては、やはり DBI と同じようにですね、スモークウィンドウの、フラット型となっておりますので、ボディ形状からポコって飛び出るようなそういったものではなく、すっきりとしたデザインとなっております。また、アクリルウィンドウに関しましてもですね、スモークウィンドウとなっておりますので、プライバシー保護に優れております。なので、どうしてもやはり中から覗かれてしまうといったそういった問題も対処ができるようになっておりますね。はい、リバティ 52SPI のレイアウトをご紹介させていただきます。こちら、まず大ネットになっておりまして、1、2、3、4、5名かけることができる大ネットになっております。DB と比較をすると、後ろのベッドの分ですね、少し手狭にはなりますけれども、5人がゆったりと座ることができる大きさに再設計されております。後ろに行きますと、右手キッチン、左手、マルチルーム。奥に関しましてはセミダブルのベッドとなっております。
インテリアに関しましては、色合いはこちらを白とした基調のデザインのものがまず発売となっております。秋頃には、すでに発売されている DB の方のブラックラインと呼ばれる黒を基調としたデザインのものも発売の予定となっております。また、やはりですね、リバティはこのおしゃれな間接照明となっておりますので、こちらはですね、ダイネットでくつろぐことができるんじゃないかなと思います。はい。そうしましたら、リバティ 52SP と SPI のダイネットの違いについてご説明をさせていただきます。まずこちらですね。ベンチシートに変わっておりまして、以前はこちらに下駄箱ですかね、シューズボックスみたいな大きい家具があったんですけれども、そちらは今回廃止となりまして、それをなくして、さらにセカンドシートの幅を少し広げております。ので、セカンドシートの座り心地は大きく改善されたかと思います。また、以前はですね、こちらの部分、ベッドに旋回することはできなかったんですけれども、今回はベッド展開が可能になっておりまして、子供用のベッドのサイズが取れておりますので、例えば、二人旅仕様の SP となっておりますけれども、お子様も一緒にといった、そういった旅が可能になっております。サードシートに関しましても、やはり、基本はやっぱり直角になりがちなんですけれども、リバティおなじみのですね、リクライニングシートとなっております。スライドをすることによって背もたれに角度がついて座り心地が良くなっております。で、そうなった時にテーブルが邪魔だなーって言った時はテーブルの位置も調整が可能になっております。前後と左右と回転と上下可能になっておりますので、便利なように使っていただければと思います。はい、こちらですね。また、SP、従来型の SP に関しましては、前後の行き来に関してが少し難しかったんですね。なんでかっていうと、以前のものはリクライニングチェアのこう前に倒した状態で、それをまたいで前に行かなきゃいけないっていうデメリットがあったんですけれども、SPI につきましてはマットがですね、簡単に外れる仕様に変わっておりますので、これ外していただければ前後の行き来も簡単かなと思います。加えて、以前跳ね上げ式ベッドだったものもですね、構造が変わっておりますので、マットを取ることによってより行き来がしやすくなっております。ダイネット上部に関しましてはオーバーヘッドキャビネットがついております。1箇所。右手にももう1箇所。それではダイネットをですね、ベッド展開してみたいと思います。まずテーブルをロック解除した状態で一番下の位置まで下ろしちゃいます。少し体重をかけるだけで一気に下がってくれますので、このテーブルの上に背もたれのマットをはめ込むことによって、これでベッド展開は完了です。はい、大きさに関しましては、例えば160の横が90となっております。はい、バンクベッドに関しましても大きく変更になっておりまして、以前の SP に関しましては跳ね上げ式のバンクベッドになっておりました。その時は就寝としましては大人1名と奥に子供1名、横で寝れますっていう就寝定員だったものが、今回は DBI にも採用されております引き出し式のバンクベッドに変わっております。実際に引き出してみますと、やはり片手でですね、この滑車を沿うように展開することができまして、縦に大人2名寝ることができる就寝定員に変わっております。はい、リバティシリーズ、リバティ52シリーズですね、おなじみとなっております、スカイビュールーフウィンドウ、SPI にも採用されております。新設計になっておりますので、新しく FRP のトリムがついておりまして、開放感がある天井となっております。窓を開けることもできますし、就寝時はシェードをつけることもできますし、例えば夏場とか空気の入れ替えという形で網戸にすることも可能になっております。バンクベッドに関しましては、こちらもやはりカーテンついておりまして、手元には読書灯がついておりまして、明るさの調整可能になっております。で、また、いちいちタッチパネルでですね、照明を消さなくても手元にスイッチございますので、こちらで照明をつけたり消したりすることが可能になっております。また、枕元には嬉しい USB の充電口もついております。リバティ 52SPI につきましては、最大の特徴としましては、後ろのセミダブルベッドとなっております。まず、縦幅がですね、192センチ、横幅が120センチとなっております。足元の部分に関しましては、
マルチルームの圧迫により99となっております。ベッドに関してなんですけれども、マットはこの極厚マットと、その下はウッドスプリングになってますので、寝心地も大変良いかと思います。就寝時に関しましては、こちらカーテン標準装備となっておりますので、よいしょ。プライバシーも保護が可能となっております。ベッドの上部にもオーバーヘッドキャビネットがついておりますね。このようになってます。後ろのベッドに関しましても読書灯がございまして、読書灯と枕元には USB の充電口、また照明のスイッチもついておりますね。はい、ではキッチンスペースご紹介いたします。ガラス蓋開けていただきますと、シンクとコンロが2口のものとなっております。で、まず下ですね。下に関しましては冷蔵庫。こちらが大きさが85リッターのものになっております。その隣には、電子レンジ。こちらも標準装備でついております。下から、よいしょ。収納庫となっておりまして、こちらも簡単な収納庫となってます。その上手にはコンセントもあって、上に飛びましてベンチレーターございます。コンロのガスに関しましては、カートリッジこちらにセットすることができますので、汎用のカセットボンベを2つセットすることが可能になっております。その隣は収納庫です。食器など入れたりするのに便利ですね。キッチンの隣にはですね、こちらですね、延長テーブルがございますので、お料理してお水も使ってっていった時の補助台として使うことができますので大変便利ですね。はい、こちらはマルチルームとなっております。開けていただきますとかなり大きいマルチルームになっておりまして、標準装備としましてはトイレレスとなっております。昨今ですね、ラップポンですとか、クレソナーそういった様々なトイレがございますので、お客様のご利用状況に応じてお好きなトイレをお選びいただいて、それを設置ということが可能になっておりますね。アネックスのオプションとしましては、カセットトイレを使ってつけることができますので、そちらをお選びいただくのも大丈夫ですし、そのままこの大きな収納スペースとしてご利用いただくというのも大きなメリットじゃないかなと思います。で、また、マルチルームに関しましては、防水仕様となっておりまして、こちらですね、シャワーをグイッと伸ばしていただきますと、温水シャワーを使うこともできますので、トイレなしで完全にシャワールームといったそういった使い方も可能になっておりますので、大変便利なマルチルームじゃないかなと思います。はい。で、温水に関しましても、瞬間湯沸かしですね。熱交換による瞬間湯沸かしを行っておりますので、例えば清水タンク65リットルすべてお湯で使うということも可能になっておりますので、この車の最大の特徴といってもいいかと思います。セカンドシート下に清水タンクがございます。清水に関しましては63リットル入るものになっておりまして、清水の中を手洗いすることができるようにですね、このようにメンテナンス口もついておりますので、気になる方多くいらっしゃるかと思いますので、腕1本入るくらいのスペースではございますが、タンクの中の清掃も可能な設計になっております。排水に関しましては、70リットルとなっておりますので、清水を全部捨てて、さらに何かを捨ててっていう風になったとしても、オーバーフローすることなく使うことが可能になっております。排水タンクの位置に関しましては、シャーシの間に埋め込まれている感じになっておりますね。排水を捨てるときもワンタッチでバルブひねっていただければ全部ドバッと出してしまうことが可能な設計になっております。はい、SPI に関しましては、ルームエアコン後ろについております。52dB に関しましては、ダイネット側についていたんですけれども、SP に関しては後ろについておりますので、部屋全体を冷やすということでございましたら、あの位置は最適と呼ばれております。以前の SP は車両に対して中心に位置していたんですけれども、SPI に関しましては、通路に対して中心に位置が変更になっております。そうすることによって、より効率よく部屋全体を涼しくするということが可能になっております。SPI に関しましてももちろん床暖房は標準装備となっておりまして、ダイネットから後ろの通路にかけて、この L 字の部分すべてが床あったかくなっております。今とってもあったかい状態になっております。こちらの床暖房に関しましては、FF のウォーターヒーターを熱源としております。なので、燃料といたしましては、軽油燃料になってますね。軽油燃料で、火種を作りまして、そこの熱源から
クーラント液を温められて、温められたクーラント液が床暖房に張り巡らされております。また、その熱を使って熱交換を行っておりますので、清水ですね、シャワーでしたりですとか、シンク、温かいお湯をいつでも使うことができるという設計になっておりまして、さらに温風ヒーターの熱源にもなっておりますので、一つの熱源で3役こなす仕組みが今回も採用されております。はい。天井にはマックスファンがついておりますね。おなじみのマックスファンとなっておりますので、車内の換気に便利に使っていただければと思います。テレビに関しましてはオプションになっておりますけれども、テレビアームを使っておりますので、角度調整が可能になりますね。こんな感じで使いたい角度に調整することができます。大きさに関しましては、このテレビは今19型がついておりますけれども、24型まで大きくすることが可能になっております。それより大きいものになってしまいますと、バンクベッドと干渉してしまいますので、推奨サイズは24型となっております。テレビの後ろには、コンセントと USB の充電と 12V のシガーソケット口がありますね。で、その下には跳ね上げ式のテーブルがついております。エントランス横に関しましても収納庫がございます。引き出しになっておりますので、シューズボックスですとか、カーテンですとか、そういったものを入れていただくのに便利かなと思います。はい。リバティ 52SPI に関しましては、連想品を選択することができるようになっております。バッテリーの容量を 2400Wh、4800Wh、一番大きいもので 9600Wh、3種類の中から選択をすることが可能になっております。バッテリーに関しましては、3種類ともすべてリン酸鉄製のリチウムイオンバッテリーを採用しております。この車に関しましては 4800Wh のものなので、200のものが2機搭載されております。9600の一番大きいものにするとこのバッテリーが4機という感じになっておりますね。で、また、一番皆さん気になる点で言いますと、走行充電どのくらい溜まるのっていうふうに多く質問をいただくんですけれども、その充電に関しましては、最大 60A の充電をすることができるようになっています。また外部充電も同じくそのくらい 60A ぐらい充電することができるものになっていまして、さらにですね、標準装備で 250W のソーラーパネルがついております。ソーラーパネルに関しましてはオプションで 590W まで増設することは可能になっておりますので、充電も多くすることもできるし、大きいバッテリーでご満足いただける電装品になっているんじゃないかなと思います。で、また充電に関しましても全て一つのシステムで統一をされておりますので、例えば走行充電をしながらソーラーパネルの充電なども可能になっておりますね。ないとは思うんですけれども、外部充電をつないだ時も上手に切り替えがありまして、3系統同時充電が可能になっております。電気の流れに関しましては、ビクトロンエナジーのこちらのモニターで確認をすることができます。現状 17% となっておりますけれども、もちろんこれ満充電にしていただければ 100% まで上昇してくれます。そうですね、照明を使っていったり、エアコンを使っていたりっていった時に、どれだけ電気が流れているのかということを確認することもできますし、ソーラーですね、充電をしている時にどれだけ発電をしているかというのを一目瞭然で確認をすることができるようになっております。なので、外部充電をつなぎながらエンジンかけた時にどういうふうに充電されるかというのをこの一つのモニターで全て確認をすることができる仕組みになっております。下のモニターに関しましては各種スイッチとなっておりますので、例えば照明のスイッチですね。このようにタッチパネルで操作をすることが可能になっております。おなじみになってきましたが、明るさの調整も可能になっています。はい。SPI につきましては、リアのベッドが大きくなっておりますので、その分、リアのベッド下収納庫も大きくなっております。開けるときは、このように開けていただきまして、以前ですね、ドアのロックの部分が、このように爪で引っ掛けるタイプだったんですけれども、ワンタッチで固定されますっていう器具に変えましたので、片手で物を持っていて、このままロックがかかるっていう仕様に変更になっておりますので、これ大変便利かと思います。アクセスドアに関しましては横の部分と後ろの部分になっております。こちらもやはり片手でワンタッチでロックがかかる仕様に変更になっております。こちら、今回からアクセスドアがつきましたので、
例えば後ろから長いものを収納したいよって言った時に、これを開けた状態で長いものを収納することもできますし、またこちらの黒のベルトを上げていただきますと、ベッド全体を跳ね上げることができますので、もう体全体でこのように収納庫に入ることもできますので、例えばお外の天候優れていない時とかは、こういった使い方も大変便利なんじゃないかなと思います。大きさに関しましてもかなり大きくなっておりますので、例えばそうですね、ゴルフバッグですとか、お子様用のベビーカーですとか、そういったものが入れれるくらいの収納庫となっておりますので、大変便利かと思います。エアコンの室外機はこちらの位置となっております。はい、エアコンの室外機の下には、床下収納庫ですね、入っております。よいしょ。ですね。汚れ物などを入れたりするときに便利になっておりまして、FRP 構造となっておりますので、水洗いなども可能になっております。こちらですね、マルチルームへのアクセスドアとなっております。SP の時は、トイレが標準装備になっておりましたので、こちらのドアはついていなかったんですけれども、SPI になってからはトイレレスというものが標準装備となっておりますので、このドアが必ずついてくる形になりますね。新田さん、ありがとうございました。いかがでしたか？リバティ 52SPI は従来のリバティ 52SP から大きく進化したことがお分かりいただけたと思います。リバティ 52SPI はリバティシリーズのスタイリッシュなエクステリアと洗練されたインテリアはそのままに優雅な二人旅を楽しみたいカップルに最適化されたモデルです。国産キャブコン最高峰のリバティ52シリーズは所有するユーザーに満足感と充実感をもたらすことでしょう。リバティ52シリーズにつきましては、リバティ 52DBI の記事と動画も合わせてご覧ください。リバティ 52SPI の仕様と価格は、下の説明欄をご覧ください。価格などを含めた、さらに詳しい比較表は、キャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。